こんにちは、アセンブリ TV です。よろしくお願いします。今回は窓用の防音パネルを制作しましたのでご紹介させていただきます。このスペース自体に窓は南側の腰高窓とあと北側に高窓があるんですけども、最近電動工具をよく使用するようになりまして、音には気を使っていたんですが、家族から窓から音が漏れているという指摘がありまして、より大きな音がする電動工具を導入したということもありまして、その対策として制作することにしました。こちらが完成したものになります。下の2つが高窓用で幅が1200、高さが 300mm です。奥の3つ、1、2、3ですね。これが腰高窓用で幅が1200、高さが1100になります。動画の後半で実際に音量を測定してお伝えしますが、結論を先にお伝えしますと、正直効果はあるものの騒音の削減率は小さかったです。いろいろ測定してみた感触といいますか、私としての結論としましては、木造住宅としての限界ではないかなと考えています。例えばコンクリート製の建物とかですと、もう少し削減率が大きくなったのではないかなと思います。制作費に関しても動画の最後で詳しくご紹介しますが、送料の6000円を含めて、およそ4万円弱で制作することができました。窓用ワンタッチ防音パネルで知られるピアリビングさんのサイトで見積もりを取ってみたところ、腰高窓用が税別6万円、高窓用が税別3万円、合計で税別9万円となりましたので、それと比較すると一応は半分以下の費用で制作することができました。それでは少し詳しく見ていきたいと思います。基本構造としましては、対象の騒音が主に電動工具ということで、以前 CNC 用に製作した防音ボックスの構造をそのまま応用しています。二重構造になってまして、外側の板部分、こちらが遮音材として 25mm 圧の下地台用パーチクルボードを使用しています。内側になる方には厚さ 50mm のウレタン消音材を接着しています。パーチクルボードの側面部分には隙間をなくすために両面テープ付きゴムシートを貼っています。この部分ですね。持ち手に使用しているのはアルミ製の持ち手で、外側からボルトで締めている形になります。高窓の方は結露が結構ありますので、念のため防水用の塗料も塗布しています。高窓の方は将来的に片方を換気扇に変更する予定がありますので、単純にはめ込み式でざっくり作った感じです。ちょっと作りが雑になっちゃっているかなというところはあります。腰高窓用は3分割ということもありまして、板の接合部分に凹凸をつけて中央の板で押さえ込むような形にしています。ちょっと近くでちょっと構図的に分かりづらいかもしれないですが、こちらが、ここに段差ですね。で、ここで、ここの部分、ここのくぼみがここに合わさって、押さえ込む形になります。こういう形ですね。ではまずこれまでの、制作工程の動画をご覧いただければと思います。腰高窓用の凹凸は取りまで削ったんですが、動画を削除してしまったようなので省略します。3分割にしたのは未使用時の取り回しと1枚単位の重量を落としたかったためです。3分割で1枚約 8kg あります。凹凸部はこのままでは密閉用のゴムテープが入る余地がありませんでしたので、側面を追加で少し削りました。ここからは持ち手を固定するためのボルト穴を合計20箇所開けていきます。腰高窓用の方は物が大きいので安定させるのに手こずりました。ワッシャー用のざくり穴を開けていきます。穴開けに使用したドリルを使って位置を合わせ、ざくり用ドリルに切り替えるというデモを一箇所一箇所行っているので、単純作業の割に時間がかかってしまいました。高窓用のパーチクルボードに防水塗料を塗布します。使用したのは日本特殊塗料の強力防水一番浸透性防水剤すのこ用です。すのこ用とありますが、すのこ以外の板材にも使えます。2缶使ってたっぷり二度塗りしました。
窓枠と遮音材であるパーチクルボードとの間に隙間ができないように、外周に岡安ゴムの粘着テープ付きゴムスポンジを貼っていきます。とても柔らかくてカッターで簡単に切れるので取り扱いは楽なんですが、強度と耐久性に少々不安があります。ウレタン吸音材を遮音材のサイズに合わせてカットしていきます。サイズ基準はゴムスポンジの部分も含めた外周サイズです。使用した吸音材はソノーライズさんの 50mm 圧ウレタン吸音モード ZS フラットです。切断のコツはウレタンの上下にガイドを設け、よく切れるカッターを使います。カッターの刃の長さにも余裕があった方がいいです。高窓用の方は上からのガイドのみで切断したので、カッターの刃が反ってしまい切断面も少し乱れてしまいました。ウレタン吸音材に持ち手を通す穴を開けていきます。使用したドリルは木工用になります。動画では映っていませんが、都度ドリルの刃にシリコンスプレーを塗布しています。ウレタン吸音材にスプレーのりを塗布してパーチクルボードに接着していきます。使用したのは住友 3M のスプレーのり88番です。たっぷり塗るのがコツですね。接着後、持ち手をボルトで固定していきます。腰高窓用高さ1100の寸足らず部分 100mm を追加接着して完成です。
各計測結果をまとめてみました。環境条件としては、木造耐火住宅の1階部分、耐火ということで壁の石膏ボードが2枚重ねてあり、厚さ合計 36mm になります。窓は腰高窓、高窓ともに二重サッシ、腰高窓には防犯用の雨戸シャッターを設置しています。電動工具使用時は基本シャッターを下ろしていますので、今回もシャッターを下ろした状態で計測しました。なお、騒音測定は電動工具の起動停止時ではなく、稼働中の音を対象におおよその数値としています。では上から順に見ていきます。今回使用した音源は中古の自動カンナです。所持しているブラック&デッカー、マルチエボなど可変変速工具のフルパワー時にはかないませんが、無負荷状態での通常音量としてはなかなか強烈です。次に室内計測のドア外と2階ですが、騒音が逆に大きくなっています。窓を防音パネルで塞いだことにより、逃げ場を失った音が隙間のあるドアから漏れているのだと考えられます。次に室外撮影の高窓と腰高窓ですが、まず防音パネルなしで35シベルも落ちていることに驚きました。この辺りは耐火仕様や二重サッシの恩恵かと思われます。高窓については計測位置が低すぎたようで、ほとんど変化がありませんでした。ただこの計測結果が木造住宅としての遮音限界に思い当たった理由になります。最後に腰高窓について、ここから漏れる音を小さくしたかったので、数値的な下げ幅は小さいですが、一応達成できたことになります。次に材料費をまとめてみました。各購入先は動画概要欄にリンクを掲載しておきます。Amazon で購入可能なものは Amazon 以外で購入した場合でも Amazon リンクを掲載していますので、掲載価格とリンク価格が異なっている場合があります。あらかじめご了承いただければと思います。はい、実際に試してみまして、削減できた音量が、およそ7デシベルと数値的なインパクトはなかったかなと思います。ただ、実際に外で、音を聞いてみた感触としましては、漏れる音が小さくなっているというのは実感できましたので、実際にこのスペースで電動工具を使用する際は、基本的にはこれを設置した状態で使用していこうと思います。例えば、消音効果を高める方法として、ウレタン消音材とパーチクルボードの間に鉛シートを挟むことによって遮音性を高めることはできるんですが、他の部分、通常の壁等からやはり音漏れはしてしまうということで、この環境では53デシベル以下に音を小さくすることは難しいのではないかと正直思っています。機会があれば、鉛シートとかも試してみたいと思っています。はい、今回の動画はこれで以上となります。アセンブリ TV ではこれからもものづくりに関するレビューですとか、あと今回のような DIY ものですとか、あと CNC に関する動画等を制作していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。